日本から離れて遠くにあるアメリカから日本を見て、自分の国はどういうところなのか、どういうイメージがあるのか。今スティーブ敵戦のスティーブと言います。今日スペシャルゲスト、日本から来られたのはケイちゃんと涼介くんでーす。ありがとうございます。ずっと一箇所に住んでる。例えば、大きく見るとアメリカにずっと生まれて育ってた環境に一箇所にしかいないことになると、自分のそのところの良さ、そのところにある良さがどんどん見えなくなってくることの現象があるんじゃないかと私は思います。一旦その自分が住んでると慣れてるところから離れてみないと、違うところに行って見てみないと、自分が住んでるところの良さ、逆にちょっと変わってるところとか面白さとか、それが見えないことがあるんじゃないかと思います。日本人としてずっと日本にいると、いろいろ当たり前のところが当たり前ですよね、日本だからこうなる、サービスはこうだ。日本から今度自分の慣れた環境から離れたアメリカまで来て久しぶりに日本のことをどう思うの、日本から離れた日本人としての気持ちをちょっといろいろ聞いてみたいなと思って、よろしくお願いします。日本人として日本に見てこっちに来てアメリカの環境と比べて日本はこういうところがいいなっていうところをぜひちょっと言ってもらいたい。わかりました、めちゃくちゃあります、というか世界中80カ国行ってきて住みたいなと思った国って実際2カ国ぐらいしかないんですよ。もし自分が日本に住んでなかったら日本に旅してると思うんですね。圧倒的に日本が一番住みやすいと思います。じゃあアメリカと比較すると、今回のテーマがそうなので言うと、圧倒的に治安がいいですよ。でこの治安の良さって日本の人はあんまり気づいてないです。っていうかずっといると当たり前、治安がいいっていうこと。そうなんですよね。だから僕も大学生から地元を出て、都会の方に行ったんですけど、それまではやっぱお母さんのありがたみとかわからないじゃないですか、で出て初めて自分で洗濯しないといけない、皿洗わないといけない、もうお母さんがいつもやってくれたことは本当ありがたいことなの、ありがとう。やっとその時点で気づくことだよね。家族の大切さとか、やっぱりやってくれ当たり前にやってくれたことの尊さとか感謝を伝える大事さとかに気づくじゃないですか。それと本当に一緒で、スティーブが言ってくれた通り、日本という環境にずっといたらこれが治安がいいってことなんだってことでまず気づかない。当たり前だから。だって当たり前のように自販機があって冷たいホットが飲める、でコンビニがある、24時間必ずある、そして誰でも入れる、でもういろんなところがあるけど、夜中道歩いてここあなた絶対夜中道歩いちゃダメだよって言われたことが一回もないです。生まれてきて日本人としては生まれて一回も言われたことはそういうのはないのに、ないけどそれが当たり前なんで、その夜道一人で歩くことが危険ということが頭にまずないですよね、それの感覚でいて初めて海外旅行とか行くとびっくりしちゃうんです。こんなに危ないよ、夜中ここ歩いちゃダメだよとかって言われるんだとか、なんでこんなに自販機ないんだろうって、なんで日本みたいに便利に誰でも100円ぐらい買える便利なもの作ればいいのにとか思うじゃないですか。なんでこれないのって聞いたら、いやいやアメリカとかで例えばそんなん作ったら、昔もあったよ、そんなでも作ったら強盗がすぐ入っちゃってすぐお金も取るし、 ATM なんか外にあったらすぐお金取られちゃうからそんなん作らないんだよって教えられた時に、日本普通じゃないっていうか日本が変わってる。で日本だけにいると気づかない、当たり前な気づかない、初めて日本から離れて行って言われて、日本はこういうところが素晴らしいという初めて気づくことなんですよね。初めて気づく。だってコンビニがあんな感覚で誰でもすぐ行けるところに24時間あるってこっちじゃ考えられないじゃないですか。考えられないんですよね。もう徒歩で歩いて、もしそんな店がやってたら、もしね、強盗の危険だってあるし、人もずっと働かないといけない人材も必要だし、夜道そこそもそも歩いたら危ないよって言われる可能性もあるし、そんなことを気にしたこともないから、だからよく平和ボケっと日本人は言われるけど、悪い面で言うとそうかもしれないけど、いい面で言うとそれだけいい環境に住んでるんだよ。で住むっていうことはその治安が大事だよって言われてる重要性が見えてこない。安全が当たり前だから。でアメリカに来るともう多分合計1年ぐらい僕らいると思いますけど、その意味がすごくわかる。安全をお金で買う、ちゃんと治安のいい場所、家賃は高いけどそこに行くとか、ホテルも高いけど安いとこ選んじゃうともう周辺は危ないとこだらけで、ちょっと出歩くと危ないから出歩いちゃダメだよって言われちゃうじゃないですか。
だからホテルも安いところを取るんじゃなくてちゃんといい場所を取らないと命の危険に変わるかもしれないよ、大げさに言うと。そういう危険性があるんだなっていうのを学んだなるほど。からこそ日本もその素晴らしさを、治安は一番ですよね。本当はもう治安が良くて安心して生活できなかったら何もそこからはね、もうできないと思うんですよ、まずは。すごい重要なことなので、すごいポイントとしてはすごい大事なポイントだと思います。例えば、ね、お子さん連れ、子連れとかになるとよりその治安に対する怖いじゃないですか、子供が途中誘守らな拐される、きゃいけないわけだからね。そういうのがあるし、銃の事件とかもすごく起きてるとかもある。日本で銃撃事件なんか考えないんだよね。日本でどこで要約するのかとか、別にあの辺のビジネス、歌舞伎町みたいなところとかも別にちょっと聞いたらもうダーティーなところなんだけど、でも治安もね、決していいと言えない。まだ日本の中の一つのああいうところと、ちょっとこうアメリカのロサンゼルスでも、どちらかといえばロスの方がなんか危なく感じるんだよね。どちらかというと圧倒的ですね。もうなんか圧倒的ですよね。歌舞伎町の治安、僕がちょっと異常だから世界中の危ないとこ行ってるからあれですけど、日本の治安の悪いとこって治安悪くないんで。悪くない、悪いと言われても相対的に日本の中では確かに悪いけども、アメリカのそのスキットロードが危ないところで、もうレベルが違うから、違うレベルの違いがあるんだよね。されるとかそういう危機感はないから日本に。そうですね。女性目線としてはやっぱそういう部分がやっぱ大きいんじゃない。さらわれたり、なんか身の危険を感じることは日本にいて歌舞伎町とかただ賑やかなだけで人が多いし、なんか異質な感じ。でもなんか危ない、なんかやられる、誰がついてきてるとかっていうところはそういうもないんだよね。そういうなんか命の危険みたいのはないですよ。なんか後ろ誰かついてきてないかなとか。アメリカでは絶対確認します。それはあるんだよね。こっちではない。なるほどね。ずっと日本にいるとほらそういう感覚、その頭を持ってる人が少ないっていうか慣れてないっていうか、もうアメリカ人から見て、日本人も昔から見てて、自分の見回り、もう俺はアメリカ人として見回り、場所もね、レストランに入ってどこに座るか、どこを向いて見えるところなのか、俺は選んでいます。例えば案内されたとしても、自分の席が入り口のドアが見えるところにいつもしているんですよ。日本人はその頭を持ってる人はいないでしょ。あります。誰がその店に入ってくるのか、誰がちょっと変な人が入ってきたんじゃないかっていう。あと逃げ道はどこにあるのか、前はもちろんそうなんですよ。後ろにどのところがあるの、キッチンから出れるのか逃げられるのかっていう頭になっているんですよ。みんなじゃないかもしれないけど、でもそれぐらいアメリカ人にはそれがある。日本にいる限り、日本で生まれて育ってて、日本に住んでる限りはそこまでの頭のところまではなんて行くことはないんだよね。教育を受けないですね。そういう教育をまず受けない。今スティーブが言ってくれたことはまず正しいと思うんですよね。でアメリカの生活ニュース見てたらそうなるだろうなと思います。なぜならそういう事件が多いから。でも日本ではそういう事件がないから、親とかレストランに行った時にあなたちゃんと出口見て何か襲われた時に逃げるようにしてくださいとか、大切な人を守れるようにしなさいよって言われないんですよね。だからそういう事件がないから。だからこそ海外に行っちゃうと悪いところで言うと無防備になっちゃうからすごいカモにされたりとかいろいろ盗まれちゃったりとかあるんですよ。やっぱこれどうしても。そういう頭の感覚がないからこそちょっと狙われやすい日本人の観光客もいたと思う。昔からそう思ったんですよね。ちょっとカバンが開いたままで歩いたりとか、財布がこのでかいのがそこから出てるのはもうもうやってくださいっていう、なんか笑ってもいけないんだけど、そうなんだよね。今でもですからね。今でも財布出してる人もいますから。今の時代ですらいるんで、まだだからいいところで言うと安全なんですよね。日本はだからすごいなと。じゃあ次はケイさんはどうですか？私もアメリカを9000キロ一人でロードトリップしたことがあって、その動画見ててね、皆さん。素晴らしい動画シリーズで素晴らしい。なんか日本人ってみんなと一緒じゃないとちょっと怖いというか、あんまり人と違うことをしたがらないんですよ。日本人多分分かると思うんですけど、でもアメリカはちょっと変わってる方がかっこいいみたいな、すんごい派手な人もおるし、タトゥーとかも爪も長い人が普通に働いてたりして楽しそうに。そういうのが日本はないから、みんなと一緒じゃないとダメっていう気持ちになっちゃうんですけど、でもアメリカ来ると、私は日本人観光客として来るとなんか開放的になる。すごくね。だから例えば挨拶
まず店員さんとして「ありがとうございます、いらっしゃいませ」笑顔で言うのも当たり前やし、それがみんな同じようにできる。そう日本でやっぱり当たり前なところがいっぱいある。朝のスタッフとして「おはようございます」とか挨拶することと、多分出かける前にもちゃんとメイクしてあれしてもう出かけるのは当たり前だ。アメリカ人も平気でパジャマで出てきたりスリッパで入ってきたりとかするんだよね。まあ日本人もいますけどね。日本人もいるけど、まあいるんだろうと思う。アメリカ人の方がラフで、もう出てくるだからホームレスに見えるぐらいの、なんかお前は最後いつシャワーしてきたかってぐらいの人が平気で来るんだよね。それが俺だからみたいな。その個性、これが俺の個性だからみたいな。気にしてないっていうか、周りの目には。日本は結構社会でやっぱり当たり前なやり方、こう決まってるこうやり方が結構あって、アメリカで一人一人はもうすごいなんか好きなようにこうやってるところが決まりがないっていうことが逆にちょっと憧れの。多分視聴者さんも結構言ってて。なるほど。アメリカはすごい自由で個性的やけど、やっぱ日本じゃちょっと抑えられてしまう。だから周りの目を気にしてしまうっていう部分が日本はある。悪いところでもあるかなって。両方あると思いますよね。ことわざがあるんじゃないですか。隣の芝生の方が。隣の芝生が青く見えちゃう。青く見える。だからずっと日本にいると、遠くにあるアメリカとか海外見ると、ああ天国だって思いやすなんていうそう見えるんだよね。隣の方が。そうだ。でも実際に来て、もちろんすごいそういうところもあるんだけど、実際に自分のところ、自分の芝生の方が青いかもしれない。違う意味では。でも離れてみないと、ちょっと行って遠くから自分のところを見てみないと気づきにくいところがあると思う。日本の場合は多分その状況めちゃくちゃあると思う。もうなんか本当みんな当たり前になりすぎちゃって、さっきのスタッフさんの話もサービスがいいのが当たり前。なんですけど、これを例えばアメリカに行ったらめちゃめちゃ不愛想で、サービスしてる人なんかもうそういう人の方が多いし、なんでそんな不愛想なのでそれで俺チップ払うのみたいなこと多いじゃないですか。でも日本だとみんな笑顔ですごい親切にやるのが当たり前、だからサービスのクオリティの当たり前の基準も高いし、全てにおいて清潔にするっていうのが当たり前だから、このなんかサービス水準のこのスタンダードが世界と比べて日本は高すぎるから、日本にいると求められてることが高いんだけど、それが世界と比べるともう日本人超優秀だよっていうのは言いたいです。もう本当にみんな素晴らしい。それはすごいことです。日本人としてプライドめちゃくちゃいいことだからすごいいいことで、行政サービスとかも実際住んでいますね。フランスとかに半年間とかいたんですけど、もうね仕事しないですよ、行政とか自治体とかで。だから行政だからこそしないじゃないですか。だから移住しますよね、なんかのやり取りがあります、なんとかでもうね全く進まないですよ。もうすっごい列になってもう一日中待たされるから。でも日本でも確かに待つことはあるけど早いですよ、やっぱいろいろ。早い。でしっかりと仕事してくれる。そう待たせたらちゃんと謝る。これ人として当たり前なんだけど、アメリカとかの場合待たされてもいや私関係ないから。そう関係ない。俺じゃねえよ。私に怒られても知らない。そんな俺の関係じゃないからって言われちゃう。日本のすごいところはそれで気づくんだよね。だからさっき言ったケイちゃんの自由っていうのはいいんだけど、それがなんかそういうその良くないサービスにつながっていることをすごく感じることもあるから、だから日本人は今のその当たり前に受けてるサービス、自分たちがやれてることを誇りに思っている。すごく素晴らしいね。それもありますよね。日本から出てみないと分かんないですよね。じゃあ逆にアメリカに来て、アメリカで日本人から見た憧れのところ、日本はもうちょっとこれだったらどうかっていうね、いいなっていうところは何かあります？アメリカの人って他人でも知らない人でもすぐ喋りかけるじゃないですか。結構初めてアメリカ来たらすっごいびっくりすると思う。はいはい。ありますよ。日本ってある意味距離をちゃんと顔を作る、いい意味でも悪い意味でも。でもなんかアメリカは気さくに喋ってそこで会話が生まれるから、それはすごい素敵だと思う。何でも知らない人に平気で声かけちゃう。であるんだよね。よく言われます。スティーブのチャンネルで車のイベントに行ってすぐに知らない人にはかっこいいよ、クールカーとかってサムズアップだよって言って、日本人はできないなーって難しいよなーって言って、でもね少しずつもしかしたらスティーブ的点の影響が少しあるかもしれないんだけど、車乗ってるの同士、知らない人同士のサムズアップって日本でもなんか流行ってきてるらしいので、俺はいつも言うんだけど言葉はいらない、ね、ちょっとした笑顔とこれだけで伝わる。だからシャイな人でもこのぐらいはできるんだと、ね、これをやることによってサムズアップ、人を褒めることによってその
褒めた分が自分には倍以上で戻ってくると思わない？その人を幸せに無口なあんまり喋れないちょっとシャイな方にでもかっこいいよ言わなくてもかっこいいよってその人が笑顔になるしかないんですよ。もう頑固のおっちゃんでもさ言ってかっこいいトラックだよって少しでも頑固の親父でも笑顔になる。俺は逆に日本にいてアメリカ人の日本人の違いがやっぱりかなりあると思うんです。おしゃべりのアメリカ人、あんまり言わない日本人。まあなんか多分文化の違いはあると思います。僕はすごく、まあ、やっぱいいとこ悪いとこ表裏一体なんで、いいとこは悪いとこになるし悪いとこもいいとこになる。でそれで言うと日本の今ねスティーブが言ってくれたことで言うとやっぱりこう日本の文化としては以心伝心っていう言葉がある通り、言わなくても分かる、空気を読み取る、空気を読むという協調性ができている文化だから、いい面に作用することもめちゃくちゃある。例えば災害時とかすごいみんな助け合えるし、強盗とか虐殺多少あるけど多分アメリカとかでそんなこと起きたら大変なこと、もう国が終わるぐらいに多分秩序が終わってしまうと思うんですよ。でも日本はそれはないと思います。それは文化ができてる。だけど悪いところで言うと言った通りその言わないとわからないっていう文化がないから言わなくてもわかるよね、汲み取ってねっていう文化ですよ。だから空気で察してねみたいな。でこれはやっぱ例えばアメリカとかだともう権利主張をしっかり自分で言う、この環境が嫌いだったら私は嫌ですって目を見て言うとか、そうそうなんかこう日本だと自信を潰されちゃうというか、どうせ私なんかって自分を下げちゃう傾向があるんだけど、アメリカの人はこう自分を大切にする、自分を高める、自分はこれができるんだっていうなんかこうポジティブな肯定的なマインドを持ってるから、その辺は素晴らしいなと思います。もう今アメリカに住みながらたまにしか日本に戻れないんだけど、行くたびにはねやっぱり気づくことがいっぱいありますよ。俺の目線で日本人の気遣いが素晴らしいです。素晴らしいです。まあアメリカに住んでるからこそ俺が日本に毎回行くたびに日本人の気遣いが素晴らしい。自分よりも周りの人のことを考えてることが結構あると思うんですよね。アメリカ人と違う。だからっていいか悪いかじゃないんだけど、気遣いっていうのはすごい日本人にあることは素晴らしいなって、もっと見習わないといけないなってアメリカ人としてはいつも思う。悪いサービスの中にたまにいいところがあるとやっぱりチップを払いたい、人に感謝し、日本は逆なんですよね。日本の中ではいいサービスしてもらえるっていうのは当たり前な中ではたまにちょっと不愛想とかあんまりよろしくないっていうのはアメリカと真逆あることが悪目立ちしちゃいます。そういうところが、悪い方が目立つ。そうなんですよ、目立つ。アメリカはいい方が目立つ。それはね、ちょっと逆なのは日本はすごいなという、そういうところがアメリカはもうちょっとそうなってくればいいなと思います。ここ僕難しいと思ってて、サービス業で働いてる人たちはちょっと苦しいんですよ。お客様神様みたいな文化、僕はすごい反対なんで、対等なんで、何か変なクレームがあったら堂々といやダメですよ、あなたじゃあ帰ってくださいって言えないといけないんですよ。だけど今の文化だとやっぱり評判、悪目立ちする、まさにスティーブが言った通りなんで、基本素晴らしいサービスの中でちょっとなんかこうフラットな立場でダメですとか言うと、うわなんかあそこの店が態度悪いことしたとか集中放火しちゃうんですよね。そこにはね俺もそう思う。だからこの素晴らしいところの中で、環境のある中では悪いところもできちゃってる。そうなんです。お客様として俺は神様じゃねえか、俺は神だろうって、なんでお前はってそれでそのパワハラとか、言い方とかって俺はたまに思うんだよ。カスタマーハラスメントとか、そのスタッフに対するたった800円とか900円でね、バイト代で働いてる人が申し訳ないですって言って言う必要ある？いやもうあれ本当おかしいですよ。お客様はもう神様だっていうのを俺は正しい考え方だと思う。だからってそのお客さんが神様の立場から見下ろしてそのバイトの人にガンガンこう叩いてあれするのはよろしくないと思う。よりもどうなるのそう言って。ストレスは感じてるの分かるんだけど、だからって1時間とバイト代で頑張ってる人に言うのか言わないのかっていうのはねあるんで、それを我慢しなきゃいけないスタッフの人が多分それで日本人だったら黙ってはい申し訳ございません、アメリカ人が言い返すんだろ、喧嘩になると思うんだよね。スタッフの怒られてる人が悪いんじゃなくて、それを見てる上司の人とか会社の責任者がそれも言っていいよって、もうダメって、
その変なこと言う人にはダメってちゃんと私の企業たちは言いますというふうに、いろんな大きい企業が言っていかないと、もう治っていかないと思うんですよ。だからみんなこう萎縮しちゃう。だからスタッフの子が言っちゃダメなんだろうかって思っちゃうから、その人が変われじゃなくて会社たちが守らないといけない。従業員たち確かにな、バックアップしないといけないんで。それがかわいそうで、アメリカはもうその下地ができてるから、その別にいいんですよね。もう言えちゃう。もう昔から思うんですけど、日本とアメリカ足して割るにすればちょうどいい。ちょうどいい。日本の濃いめが完璧な国、ところ、国民性、人のサービスの面でも何でもそうなんだけど、日本プラスアメリカも足して割る。そうですね。いいとこ50、50くればもう最強ですよ。ですよね。もう最強。日本人の性格とアメリカ人の性格、うまくミックスできれば、日本人の細かさ、アメリカ人の雑さって、両方にはいいところあると思うんですよ。それをうまくブレンドできれば、いつも思うんだけど、これは本当に素晴らしいところ、素晴らしい考え方、素晴らしい働くもう場所とか現場とかもできるんじゃないかなと昔から感じてきたんで、どう思います？いやもうだからね、いいとこ悪いとこは表裏一体なんで、やっぱ隣の芝青く見えちゃうけど、結論本当日本人は素晴らしいと僕は思う。素晴らしいです。日本人とか日本の文化、だからこれを壊してまで全部アメリカナイズする必要は僕はないとめちゃくちゃ思ってるけど、やっぱりいいところは学んでって吸収してきつつ、日本の文化を守ってっていう形が一番素晴らしいなと思います。俺はプライドが自分の愛国心とプライドというのに悪いこと全く一つもありません。逆に俺はなぜ涼介とケイちゃん好きなのかというと、日本人としてすごいプライドを誇り持ってるから。めちゃくちゃ持ってる。なかったら俺が逆に多分ここまで気に入らなかったと思う。自分のプライドを持つべきだ。めちゃくちゃでもだからって、アメリカに来てアメリカこうだってバカにしているところじゃなくて、アメリカのこういうの面白い。アメリカも大日本と違うんだけど面白い。俺もそう、アメリカ人としてすごいプライドある。もうアメリカにいて、俺本当にアメリカのイメージを日本に行くためにもう背負って言っていると思って、アメリカの代表めっちゃだと思ってる。めちゃくちゃわかる。でも自分はプライドがあるからこそアメリカ人として日本にいて日本のことをリスペクトできると俺は思ってる。日本の面白いところ、いいところ、それとアメリカにもこういうのもあればいいなっていうのを見て持って帰ってきて、日本の文化、アメリカの文化、自分の好きなアメリカの文化と両方なんかうまくなんか一つにできたら、それこそこの星ジャパニーズカフェは背景にはなんかちょっとそういうなんか頭があるんですよね。そうですね。僕らも海外に出たからこそ、いろいろこう外の世界を見たからこそ日本人としてのプライドがめちゃくちゃできたんですよ。日本の方が素晴らしいとこたくさんあるしとか、結局外に出てみて、いや日本ってこんな素敵な場所なんや、こんな自然があって、こんな人が優しくて、文化がこんな良くて清潔で、ね、教育もちゃんと受け入れてみたいな、もういいとこしか見えなくなっちゃうんですよね、外に出ると。でそうすると、ね、日本に持ってくるとまた次はアメリカの素晴らしいところ見えてくるし、だからね、本当素晴らしい話です。外からね、やっぱこう日本を見るっていうのはめちゃくちゃ大事だと思います。本当に皆さん、今日はね、国レベルの話がメインだったんだけど、本当は自分の田舎、自分の地元、同じ国、同じところの中でもの違いもあるから、テキサスに住んでる俺がたまに違うところに行くと、あ、テキサスのこういうところが改めていいところだっていうのを確認できる。目開いて違うところに行くときに自分の国の良さとそこの良さともう両方というか、もうなんかもう見習える、勉強になること、プライドを元にできることはなんかいいことだと私は思います。やっぱりもうずっと同じ環境にいるよりも一回外に出てみて、日本という場所を外から見るっていうのが大事だ。ます自分のね、本当のところの良さ、そうですね、そのね、日本を好きになると思う。リフレッシュになるし、もっと戻ってもっとよし頑張らなきゃっていう気分は、俺は日本に行くたびに帰ってきていつもそう思います。もっと頑張らなきゃ、もっとこうしなきゃと思う気持ちがすごくいいので、皆さんぜひどっか自分の慣れてる安全なところからちょっと離れてみて、海外まで行かなくても自分のこう日本のちょっと違うところに行って本当にリフレッシュして帰ってきて、新しいなんていうのか、やる気っていうか、よし頑張らなきゃっていうのが出てくると思うので、想像以上に他国の国が日本をリスペクトしてくれてるんで、それを外に出ると分かると思います。だから外が素晴らしいって全部言ってるわけじゃなくて、外に出ることによって日本人がどういう風な目で世界で見られてるかっていうのを体感できるから、それで僕は
少なからず80カ国行ってきた中で日本のことを悪く言ってる人と会ったことがないんで、全員が日本に対して「わあ日本人」って言うと「わあ日本人なの?」みたいな、みんな喜んでくれる。ですよやねっ。ぱ先人が作ってくれた日本人という素晴らしい国があるからこそっていうのに気づけるから、それが一番そうですよね。楽しかったですね。隣の芝生の方が多い、簡単にどこにも行かないでこそ思ってしまうんだけど、実際にどっかに行ってみるとそんなことないと。自分の芝も青かった。自分の芝もめっちゃ青いと。より青かった。より青いと。他の人、そこなんですよね。ポイントは素晴らしいポイントです。今日、涼介君とケイちゃんに来ていただいて本当に光栄です。嬉しいです。今度ぜひ機会があれば沖縄にそうですね。いや遊びに来てください。させてください。素晴らしい素晴らしい場所を用意しておきます。沖縄1回しか行ったことないから大昔にまた行ってみたいなと思うので、新しいところ行くたびに俺もエネルギーともう元気をもらうので、お二人からもすごい元気をいただいてます。いつもありがとうございます。俺らもいただいてます。これからも頑張ってください。ありがとうございます。皆さん応援をよろしくお願いします。そして日々前進前向きにサムズアップ的にやっていきましょうね。よろしくお願いします。ではまた次回まで。バイバイ。